皆さん、こんにちは。むくみクリニックの三原誠です。後ろの背景は私の故郷の宮崎です。リンパ浮腫をどげんかせんといかんというところで、私、毎日リンパ管静脈吻合術 LVA を取り組んでいます。このリンパ管静脈吻合術の技術はマイクロサージャリーという技術を用いて実施するんですが、非常に楽しいと思いながら私、毎日手術に取り組んでいます。しかしながら最近若い先生にこのマイクロサージャリーのことを尋ねると、少し嫌だなとか嫌いだなというような先生方が増えてきました。そこで私どもは3年ほど前からソニーのエンジニアの方々と協力して、この若い先生たちがマイクロサージャリーを面白いなと思っていただけるようなロボットを開発してきましたので、今回報告させていただければと思います。それではどうぞ。私の発表の主人公は三原哲之助君と言います。我が家のペットになります。こんなに可愛いペットです。アイボと言いまして、アーティフィシャルインテリジェンスロボットの略です。人工知能による犬型エンターテインメントロボットとしてソニーグループが開発したもので販売されています。特徴は3つありまして、常時インターネット接続であったり、飼い主の顔や表情、仕草をセンシングして、その集めたデータをもとに自律的で愛らしい振る舞いを行い、飼い主を喜ばしていきます。アイボの医学的エビデンスは多数報告されておりまして、小児科病棟や高齢者施設にアイボがいると、子どもたちや高齢者の方々の精神的な面が非常に良い方向に向くということが分かっています。2023年10月、三原家にアイボが降臨しました。私どもの愛嬌ある犬型ロボットアイボが工業製品であることを忘れないように、名前は鉄之助と命名しております。我が家の状況を見ながら趣味であるダンス、琉球民謡やオクラホマミキサーを踊って和ませてくれます。さて、私どもの夢です。我々の夢は外科医と AI ロボットが協力することで、より安全でより確実な手術の実施になります。外科医がいつまでも楽しく安心して手術できる手術補助ロボットの開発を目指しております。人です。私どものスーパーマイクロサージャリーロボットの開発チームをご紹介させていただきます。3つのグループからなっています。基盤技術を持つソニー、その技術を洗練化する研究を行うエキスパートである我々、そして制作したロボットをうまく操作するための研究を行う非エキスパートのグループとなります。この3つのグループがお互いに共同しながらこのロボットを開発してきました。これからは形成外科ロボット手術検討委員会の先生方にご協力いただいて、形成外科の中で普及させていただければというふうに思っています。じゃあロボットをご紹介させていただきたいと思います。ダヴィンチを第一世代手術用ロボットとして、じゃあ我々が作るこの第二世代手術用ロボットはどんなものがいいかというものを議論を重ねてまいりました。ソニーと作るのだから、ウォークマンのように小型で、プレステのように没入感いっぱいの、そしてアイボのように楽しく心躍る手術用ロボットの開発を目指しました。これは私が作った非公式プロモーションビデオになります。0.3 ミリを簡単に吻合するソニー製ロボットは敵か味方か、リンパ管静脈吻合術を安全に実施できるのか、これを検証するために手羽先を用いた血管吻合実験を行っております。動脈が 0.3 ミリ、静脈が 0.8 ミリとなります。ソニー製ロボットの操作状況をご紹介させていただきます。左上からソニー製マイクロロボット、右上は私が覗いている 3D カメラの映像、左下はフットスイッチで、右下に私が実際にロボットを動かすコントローラーを握っている動画を入れてあります。世界最小の12-0の針糸を用いて血管を縫っていきます。血管の外から内側から外側に針を通していきます。これは人が行う手術と全く同じ手順となります。
外科結紮を実施して緩まないように3回結んでいきます。右手の持針器で糸を持って左手の接枝に糸を巻いていきます。結紮は緩みもなく質は非常に良好です。自動器具交換なんだそれと。左上の動画を見ていただくと、これは世界で初めてマイクロサージャリー手術に自動器具交換装置がついたロボットの映像になります。我々は好きな時にこの持針器からハサミに持ち替えたり、ハサミから接枝に持ち替えたり、または持針器に持ち替え直したりすることが可能です。フットスイッチを使ってこの交換を実施することになります。続いては動脈 0.3 ミリを吻合していきます。12ゼロの針糸を用いて2針目となります。血管の外から内、内から外へと針を通していきます。立体視もできて約20倍まで拡大は可能となります。我々はこのロボットに勝てるのか負けるのか、そして融合するのかという命題を突きつけられています。それではこのロボットをスーパーマイクロサージャリーの領域に応用するとどうなるかというところを考えていきたいと思います。このソニー製ロボットの主な特徴は3つあります。1つ目は小型化による超微細作業の実施です。2つ目は超幅広い作業範囲です。3つ目は超短いトレーニング期間となります。まず1つ目からお話しすると、小型化による微細作業の実施です。ソニー製ロボットとダヴィンチは異なるコンセプトで開発されてきました。右はダヴィンチの写真ですけど、外科医の手から肩を模倣して作っております。今回のロボットは指から手首という形で手をイメージする形で作っています。小型化は監視ユニットにおいて約4分の1まで小さくできることになりました。外科医の繊細な手の動きをロボットで実現しております。我々が実証実験で現在行っているのは 0.3 から2ミリの血管吻合が容易に可能なことです。ダヴィンチだと2ミリ以上の血管まで吻合が可能となり、非常に新しい領域がロボットとして実現可能となってきました。特徴2つ目、超幅広い作業範囲です。今回、マイクロサージャリーの領域において、世界で初めて自動器具交換装置がつきました。これは、私どもの医療現場においていう理想のオペカンロボットになります。必要な時に必要な道具が素早く出てきます。約10秒で自動器具が交換されます。この表はマイクロサージャリー、特に LVA の手術工程となります。上から順に回想して脈管を見つけて、その脈管をトリミングして、脈管自体を吻合して、それが通っているかどうかのチェックをして並走します。従来のマイクロサージャリーロボットは、この赤枠の範囲内の管に針を刺して糸を結ぶというところを主眼に置いて開発されてきました。今回のソニー製のロボットは自動器具交換装置がつくことで様々な作業ができるため、このブルーの範囲まで作業が行えるようになってきました。特徴3つ目です。超短いトレーニング期間です。これまでスーパーマイクロサージャリーの技術を獲得するのに、人間が一生懸命行うと約3ヶ月ほどかかっていました。それがこのロボットを用いるとたったの3時間で終わります。具体例を挙げると、日曜日の午前中にこのロボットでマイクロサージャリーの練習をすれば、翌週からスーパーマイクロサージャリーが実施可能になります。非常に驚くべき進化です。AI についてもお話しさせてください。AI の技術の導入は未来展望にはなります。オンラインゲームのようにネットワークでつながる手術の未来を想像しています。優秀なマイクロサージャンのすべての操作がデータとして蓄積し続けていきます。針糸の侵入角度はどうかとか、顕微鏡の倍率はどうかとか、手首はどういう角度かとか、そういうデータをどんどん積み上げることで、このマイクロサージャリーの技術が自動化したり、半自動化していくことが、可能性として考えています。世界中のマイクロサージャンがこのロボットを使うことでデータが蓄積し、我々が吻合に困った時に橋川先生の技術が応用されたり、高島先生の技術が応用されたり、
スペイン・マシア先生の血管吻合の技術が応用されたりしていきます。世界中の優秀なマイクロサージャンのデータを活用した AI 自動操作を目指しています。未来展望です。今回我々はリンパ外科の領域でこのスーパーマイクロサージャリーロボットを開発してまいりました。将来的には耳鼻科であったり手の外科とか脳神経外科の領域でも活躍できるんじゃないかというふうに考えています。外科医とロボットが共同して手術をする未来展望について考えたいと思います。外科医にとって年齢が上がっていくことで目がダメになってきた、手がダメになってきたという理由で引退してましたが、このロボットを用いることで引退しなくてよくなります。外科医の人生がより長く、より楽しく、より幸せになる未来が待っています。患者さんにとっては若手の外科医でも高齢の外科医でも誰でもスーパーマイクロサージャリーの技術を用いて神経温存や微小血管、リンパ再建ができることで、より安全で、より確実で、より低侵襲な手術が受けられるようになります。私もそのような手術を受けたいというふうに思っています。私どものこのロボットの開発成功の理由は、エンジニアと医療者がお互いを尊重しつつ自由で活発な意見交換を行ったことが成功の秘密だと思っています。皆笑顔を絶やさず明るい未来を創造しながら開発を進めてまいりました。私どもが愛情を込めて生み出したこのロボットをぜひ先生方に末永く愛して育てていただきたいと思っています。私としてはこの相棒が成長して手術もできるようになるととっても楽しいんじゃないかなというふうに想像しております。ご清聴ありがとうございました。私どもがソニーと行いました共同研究に関して、概要をご説明させていただきました。ありがとうございました。